さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。皆さん、こんにちは。さきです。今日もこのポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。あなたのおかげで、そしてこれを聞いてくれているみんなのおかげで、このチャンネルの登録者が1000人を超えました。これからも毎週の配信を頑張ります。コメントやいいねは私にとってとっても励みになっているので、ぜひ応援よろしくお願いします。そんな今日は国際結婚をした私と主人の馴れ初めを話したいと思います。馴れ初めというのは、恋人や結婚相手とどうやって出会ったか、そしてどうやって交際や結婚までに至ったのかの経緯のことを馴れ初めと言います。最近私たち夫婦は結婚して9年目を迎えました。そのタイミングもあって、今日は皆さんに私たちの馴れ初めを話そうかなと思いました。内容に興味のない人もいるかもしれませんが、日本語のリスニングの勉強だと思って最後まで聞いてくれたら嬉しいです。私はアメリカ人の主人と結婚をしています。彼と出会ったのはオンラインです。言語交換サイトで出会いました。私はその時日本の中学校で教員をしていて、彼はアメリカで軍人として働いていました。私はアメリカ本土に行ったことがないし、彼も日本に行ったことがない状態でした。そんな中で私は英語を話す練習ができるパートナーを探していて、彼は日本語の練習ができるパートナーを探していたんですね。そして私たちはたまたま出会いました。スカイプでビデオ電話をするようになって、頻繁に話すようになりました。お互いの好きなことや苦手なこと、大切にしていることや望んでいる将来についてなど、あらゆることを話し合いました。ほぼ毎週話していて、9時間ぐらい話すこともありました。
今思えば9時間何を話すことがあったんだろうと思いますが、それくらいお互いについて知り合うことが楽しかったんですね。そうしている中で、まだ直接会ったことがないのにもかかわらず、正式に交際することになり、クリスマスシーズンに初めてアメリカに訪れることになりました。私にとっては初めてのアメリカどころか初めての彼との対面、初めての彼の家族との対面でした。アメリカで彼に会って、もちろん彼自身は素晴らしかったのですが、一番印象的だったのは彼の家族でした。知らない日本人の私にとても温かくて優しくて、彼らの家族の関係性を見て、私もこんな家庭を築きたいなって思えるような家族の形がそこにはありました。その経験は彼との結婚をさらに真剣に考えることにつながりました。そして日本の5月に彼が初めて日本に来たんですね。その時には私への婚約指輪を持ってきていました。そして私たちは直接会って2回目に婚約をして、7月の私たちが1年前オンラインで出会った日に結婚をしました。今思ったら結婚までに直接彼に会った回数は2回です。結婚は日本で私が母と一緒に結婚届を市役所に持って行って手続きをしました。そしてアメリカにいる彼にとっては夜中の3時ぐらいに電話をかけて、私たち結婚したよと連絡しました。なんか改めてこうして話すと、私たちの結婚やばいです。やばいですね。今はオンラインで出会う人もかなり多いですが、9年前の日本はオンラインの出会いイコール怪しいとか詐欺っていうイメージが大きくあったんですね。なので、なおさら最初、両親は結婚に大反対でした。私も親となった今、娘が2回しか会ったことのない外国人の男の人と結婚すると言い出したら、すごく心配すると思います。
今なら両親の気持ちがすごくわかります。でも、両親と何度も話していく中で、結婚の承認を得て、彼と結婚し、私はアメリカに移住することになりました。結婚してから1年間は私の仕事やビザの関係で遠距離結婚をしてからの移住です。なので、約2年間の遠距離恋愛と遠距離結婚をして、やっと一緒になることができたんですね。そして今は結婚9年目になりましたが、結婚した時よりも彼のことを尊敬しているし、愛しています。愛していますって英語だと I love you ですね。英語だとあまり恥ずかしくなく言えるのに、日本語だとすごい恥ずかしく感じるのはなんでなんでしょうね。多分これ日本人みんなわかると思います。この気持ち。まあそれはいいや。とにかくそんな感じで9年という月日が流れました。これを聞いてくれている皆さんの中にも国際結婚に憧れがあったり、実際している人もいるかもしれません。国際結婚や恋愛ではないけれど、それぞれの関係の中には、それぞれのストーリーがありますよね。よかったら、あなたのストーリーもコメント欄でシェアしてくださいね。エピソードに関する感想や応援、いつも楽しみにしています。それではまたすぐ会いましょう。バイバイ。